My favorite animal is zebra. 野生が息づく壮大なサバンナ。動物たちの楽園で過ごした旅をお届けします。8月、アフリカのケニアとタンザニアへゲームサファリに行ってきた。今回は4カ所の有名な動物保護区をジープカーに乗って国境を越えながら回っていく。ケニアの首都ナイロビから車で3時間かけてナクルコへ。ナクルコ国立公園は400種類以上の多種多様な鳥類のほか、他のところでは珍しいサイを比較的簡単に見られることで有名である。サファリスタート。しばらく探索しているとゼブラの群れに遭遇。こちらを警戒している様子で走っていった。アマニさんから動物の説明を受けていると、バッファロー発見。バッファロー同士が喧嘩しているところに出くわした。話によるとこれは兄弟喧嘩のようだ。いつもならすぐに終わるようだが、今回は斜めの喧嘩。見かねたお父さんバッファローが2匹を止めに入る。バッファローの喧嘩が終わり、また探索を始めた。次はキリンを発見。なんとキリンの格闘中。これはネッキングという行為で、オスたちが首をぶつけ合い、メスに強さを誇示するためのものである。この2匹はまだ生後半年程度でじゃれ合っているだけのようだ。その後もシマウマのじゃれ合いに遭遇。ここでは日常茶飯事の光景のようだ。ここでアマニさんが何かを見つけた。近くに傷ついたサイが横たわっていた。仲間も心配そうに駆け寄る。仲間の気配を感じて立ち上がった。重傷ではなさそうだ。シオサイの名前の由来は見た目の白さからではない。地面の草を食べることに特化した幅の広い口について、英語のワイドがなまり、ホワイトライノと呼ばれるようになった。またサイの角は骨ではなく、毛が何層にも積み重なってできたものである。時々木や岩などに角をこすりつけ、形を整えている。遠くには子連れのサイも。母親は子供の前を歩く。危険が迫った時に子供を守るためだ。また違うところでは子連れのクロサイも発見。ここに来て初めての肉食動物を発見。死肉を貪る狡猾な動物として知られている。宿ではなかなか賑やかな夜を過ごした。ナクルコの特徴でもある湖に集まる鳥たちを見に行く。湖にはたくさんの種類の鳥類。現在は水位が上昇し餌が減っていることからフラミンゴの数が減少しているそうだ。奥にの美しい鳥が。名前の通り、頭には冠のような毛を生やし、ウガンダの国鳥にも指定されている。この後はアマニさんがマサイ族の住む村に案内をしてくれる。
険しい道のりを抜けマサイ村に到着。彼がマサイ村を案内してくれた。外にはたくさんの牛。ここの村では伝統的な習慣として結婚の際に花嫁の家族に牛を10頭送るそうだ。マサイ族のアドが通称ジャンプダンスも披露してくれた。続いてお家へ案内してくれた。So you're most welcome. Because of termites. 現在の生活について教えてもらった。今もなお牧畜を続け、儀式など伝統文化を大切に守っている。その一方、自然公園内の夜の警備などでお金を稼ぐ現代的な一面もある。マサイ族は現代社会と共に歩みつつも伝統的なアイデンティティを保ち続けている。最後に村で一番高くジャンプをできる人を紹介してもらった。マサイ族では最も高くジャンプをできる人が村で一番綺麗な女性を妻として迎えることができる。このジャンプ力は生まれつきではなく、日々の鍛錬によって後天的に得得したものだという。夜はマサイマラのキャンプ場で宿泊。天の川が綺麗だった。マサイマラ国立保護区はケニアを代表するサファリの聖地であり、広大な草原とアカシアの木が続くアフリカのサバンナそのもの。ビッグ5全てを見られる可能性がある。サファリスタート。この日も早朝からサファリ。しばらく車を走らせると早速死肉を見つけることが得意なハゲワシが木に止まっていた。その近くにはバファローの死肉を漁っているハイエナ。サナンナの掃除屋とも言われるハイエナ。強力な顎で肉を引きちぎり、硬い骨まで砕く。こちらには一切目もくれず食事をしていた。次はアフリカゾウの群れに遭遇。タイなどで見られるアジアゾウより一回り大きく、オスもメスも牙を持つことが特徴である。アフリカゾウのオスは成熟すると群れを離れ、他の群れのメスとグループを作るそうだ。サバンナを優雅に歩くチーター。ライオンとは異なり、単独で行動し、日中に狩りを行う。時速 100km 以上の速度で走ることができ、狩りの成功率は非常に高い。こんなにねだって逃げるチーターだが、草むらに移動すると発見は容易ではない。この中にチーターがいるのだが、見つけられるだろうか。ここだ。寝起きで非常に眠そうな顔をしている。ライオンキングのプンバーのモデルとなっているイボイノシシ。この日はベイビーラッシュだったのか、子連れの家族をたくさん観察できた。運が良い。無線でレオパードを発見の連絡があり、現場に急ぐ。レオパードはビッグ5の中で擬態能力が高く、最も見つけることが困難と言われている。現地には多くの車が集まっていたが、レオパードを見失っていた。いた。はっきりと見ることはできなかったが、ヒョウ柄がしっかりと確認できた。
走っているとまたビッグファイブを発見。百獣の王と呼ばれるライオンだが、イメージと異なり一日の大半を寝て過ごす。夜行性のため日中は日光を避け、このように木陰でお昼寝をしている。ライオンは猫科に属するが、これを見ていると本当に大きな猫にしか見えない。しかし可愛いライオンも肉食動物。寝ているそばには昨日仕留めたと思われるバファローの死体が。天城さんによると、この血痕のあたりで狩りを行い、あそこまで引きずっていったそうだ。ライオンの周りには多くのスカベンジャーたちがおこもれを求めて集まる。このジャッカルはライオンたちが起きていたためおこぼれに預かれなかったようだ。夕暮れ時、路肩にオスのライオンを発見した。ライオンのいびきを聞いたのは初めてだったが、重低音が響き、車にいても身構えてしまうほど迫力があった。一日に15時間と長い睡眠を終え、夜に向けて動き出す。夜は宿で美味しい食事。アフリカのご飯は本当に美味しい。この日は国境を越えてタンザニアへ入国。セレンゲティ国立公園へ。セレンゲティはマサイ語で果てしない平原という意味。300万頭を超える動物が生息しており、マサイマラの約10倍の広大な面積を誇り、多様な地形が広がる。サファリスタート。広い平原を走っていると、木陰に何かが休んでいる。チーターのようにすらりとした体つきと小さな顔。サマンナのスーパーモデルとも呼ばれているサバルだ。基本的に単独で行動。3メートル以上ジャンプできるという持ち前の後ろ足を生かして狩りを行う。何かを見つけたのか、辺りをキョロキョロしている。飛んだ！茂みで見えなかったが、何か獲物を捕まえることができたようだ。動物の中で一、二を争うほど獰猛なカバであるが、皮膚が乾燥に非常に弱い。そのため日中は水中に浸かって過ごしている。時々尻尾で水浴びる。と思いきやお尻から特大噴射。カバは自分の糞の尻尾を振ってまき散らし、自分の匂いを広げて縄張りを主張している。耳早い。ジャッカル発見。何か食べ物を発見したようで走っている。しかし鳥もジャッカルの見つけた食べ物を横取りできないかと企んでいる。一瞬の隙を突きジャッカルが走り出す。次の瞬間にはガゼルの足をくわえていた。食べ物は何隠し、鳥には何も持っていないことをアピール。うまく食べ物を確保することができたようだ。帰り際にはハイエナも。この時はまだ可愛らしい顔をしていると思っていたのだった。セレンゲティの宿泊地はテント。こんな近くに動物がいるとは思わなかった。テント内は綺麗で快適だったのだが。夜になるとテ
テントのそばで草を食べる音が。夜中にはハイエナの鳴き声が聞こえ始めた。そのうちテントの周りを走っている音がするように。テントの隙間から覗いてみるとハイエナが目の前を走っていた。恐怖で眠れない夜だった。無事朝を迎えることができた。センレキの中を通り、今日はノロンゴロへ向かいます。道中には放牧中のマサイ族。いよいよ最後のサファリ。ノロンゴロクレーターは火山の噴火によってできたクレーター。直径約 20km、約2万5,000頭の動物が生息しており、その動物たちはクレーター内で生涯を過ごす。サファリスタート。ここまでのワイルドビーストの大群を見たのはノロンゴロが初めて。名前のイメージとは異なり、ライオンやチーターなど捕食者の主なターゲットである。そのため他の草食動物と行動を共にすることもある。ヌーは砂浴びをして寄生虫を落としたり、オスは縄張りを主張するために土を体につけることがある。ヌーは見た目がちょっとブサイクだとされる動物たちアヌリー5の一角。ヌーが突然走り出した。ヌーが走っている方向の逆を見ると、オスのライオンが悠然と歩いている。動物園で見るライオンとは顔つきも毛並みも異なる。お腹の膨らみ具合からすでに食事後のようだ。今回の旅では残念ながらライオンのハンティングを見ることはできなかった。しかし多くの動物たちを間近に見て、日常では味わうことができない大自然の力強さと美しさを感じることができました。ケニア、タンザニア、絶対にまた行きたい。